ラブカツ TV 川口学です。今日は私、こちらトヨタのですね元町工場に来ておりますけれども、何をしているかと申しますと、こちらにトヨタガズーレーシングのバスがございますが、今日はですね GR のファクトリーを見学ということでですね、こちらにやってきました。で、なぜここに見学しに来たかというとですね、 GR のオーナー様向けにですねファクトリーツアーも始まるということで、要はですね自分が購入された車を作っているところをですね見ることができる、そんな企画も始まると言います。ですので我々ですね工場の方ですね見学させていただくということですね。今回は行ってみたいと思います。というわけで、こちらのバス、実際にですねこれがファクトリーツアーで使われるものになるということですので、このバスもですねプチ内画素を徹底チェックしてみたいと思います。まずは当然ですねベースとなるのはこのようにコースターでございます。カラーリングがもう完全に GR のカラーリングになっておりまして、こちらにもトヨタガズーレーシングとありますし、サイドもねこのようにガズーレーシングになっていて GR のでっかいロゴが入ってますけれども、ボディ全体がですねマットブラックになっているというですね非常にかっこよいものであります。なんかこのマフラーがこうやって見るとちょっとかっこいいな。それはさておき、後ろもですねこうして見ると、GR のロゴが入ってるわけですけれども、この辺りのねテールレンズもこう使ってね模様にしているところが憎いですね。ちゃんと担当さん私気がつきましたからね、そのあたり。で、中もですねちょっと拝見させていただこうと思いますけれども、もうすでに今ドアが開いた状態ですが、乗り口に GR と書かれていて、なんとここにはラトバラさんのサインまでしてあるというご利用でございます。そしてシートがいいですね。これちゃんと GR の刺繍が入っていて、シートベルトのこの部分にも GR のパッドがついていて、なおかつこのシートの素材がスウェード調になっていて、ちゃんと赤ステッチが入っております。そしてこのような感じですね。座面もちゃんと赤ステッチが入っているどころか、助手席までちゃんとこのようにすごいですね。同じしつらいになっているという、ここにもトヨタガズーレーシングと書いてあります。で、実はですねこれ背もたれ見るとちゃんとプッシング・ザ・リミッツ・フォー・ベターっていうですねメッセージ、 GR のメッセージがですね入ってるというご利用ですし、ここもこのようにちゃんと赤ステッチでねちゃんと素材が使われているということでございます。ちなみにこのさすがにこっちの背もたれはついてなかったですけどね、のような感じで GR 仕様の室内がしつらえられているという、こんな感じの室内で見学しに行く前から気分がだいぶ上がるというですね、そんな仕掛けになっております。というわけで今日はこのバスに乗ってですね見学行ってみたいと思います。車買ったらすぐ施工、白山50。さあ、そして私がいるのはですね今この元町工場の前にある構成センターというところですけれども、ここにですね実はこのような感じで GR 展示もなされているというところで、これもちょっと見ておきたいと思います。まずは何かと申しますと、GR の車作りのこだわり、軽量カーボンルーフ、 GR ヤリスに装着されているカーボンルーフとヤリスのルーフを持ち上げて重量差を体感できるという、そんなですねコーナーでございます。これがですねカーボンルーフでございます。これに対して奥にですねこの普通のルーフがあるんですけど、普通のルーフはやっぱり全然重いです。持ち上げるのに結構力がいるんですけど、こっちは片手で持ち上げられるぐらいで、こっちは片手だとちょっと結構大変という、そんな違いがございます。さらにですねここにこだわり2とありまして、ピストンの重量バランス調整で、5つのピストンのうち重量に近いものを3つ選んでみましょうと言って、3気筒エンジンなんでピストンの重さもですね同じように揃えていくということが重要ですから、これですね全部同じものに思えますけれども、例えばこれ乗せると372でしょ。でこっちが307、こっちも372だ。でこちら369と、こういった差があるので、なるべくこの重量を
合わせてですね3つ近いものを選んで組み付けるということをやって、高精度なエンジンを作るためのですねそんなですねことをやっているということでございます。さあこちらには軽量バンパーがありますけれども、これですね、持ってみます。こんな感じですね。すごい軽いです。薄い、世界で最も薄いバンパーを作ってるっていうことですね。軽量だしなおかつ部位によって厚みを変えてるっていうそういうですね構造の、バンパーということで、すごい結構ペラペラな感じでございますが、このような感じで、軽量化光合成化を徹底的に追求するものを作っているということでございます。
足回りの組み付けというところなんですけれども、まずそもそも足回りの組み付けは通常の車の場合生産の中盤ぐらいで行われるんですけれども、 GR の場合は最後に組み付けるかというと、他の部品の組み付けで、足回りにですね影響が及ぶようなことがないようにするために、最後に、走る曲がる止まるの一番重要なところを組み付けるというのがミソですね。そもそもホワイトボディの段階で部品の取り付け穴を計測して設計値とのズレを出しているわけですね。さらにそれと同時に組み付ける足回りのパーツ、これも事前に1台の車に対して8個ぐらいのパーツを持っていて、その中から一番ですね性能が出る部品をですね解析してマッチングさせて、この車のボディの検査の結果に応じた足回りをですね取り付けるということになるわけですね。で今ボディが正規の設計図の位置で固定された後にリフトアップされて、その後にですね足回りが運ばれてくるわけですけれども、計測の結果による足回りの位置になりますので、それをですね固定してそれぞれ足回りの位置とボディの位置を正確な位置にした状態で足回り全体を組み付けていくという、そんな作業になるわけですね。これによって、一台一台のボディ、作ったボディのわずかなズレに対しても最も性能がしっかりと出る部品を組み合わせることによって、わずかなズレを補正し合うことで交差を少なくして精度の高い走り曲がる止まるが実現できるようなものがですね出来上がってくるという、そんなですね流れになっています。なので通常の量産車だと足回りをですねリフトアップされているボディに上げてですね取り付けて、そのままラインが流れていってしまうというところですけれども、こちらの場合は足回りの位置を決めてそこにボディを下ろしてここで固定するということになるわけですね。でさらにボディと足回り組み付けたらその前に送って自重をかけて 1G の状態でチェックをですね行って増し締めをするという、そんな工程になっています。外観とか内外装のチェックが終わった後に波状路があるんですけれども、そこを走ることによってブッシュにですね変な力が加わらないようにしてあげることによって、出荷後のアライメントのズレを起こさないような対策になっていると。通常は波状路は 3m なんですけれども GR の場合は 5m 取って念入りにやっているということですね。アライメント調整も運転席助手席に 75kg の重りそれぞれ乗せて、リアにですね 25kg の重りを乗せてガソリンを入れたのと同じ状態で調整を行うというのが GR のこだわりというところですね。
はい、というわけで今回はですね GR ファクトリーツアーご覧になっていただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。やっぱりスポーツカーね、こだわりを持って作られているっていうのが自分の目で見れると非常に愛着も湧きますし、やっぱり買ってよかったなということをですね感じる大きな要素にもなりますし、満足度という意味でも非常に高い部分ではございますし、こういったですね取り組みというのは海外のブランド結構やってたりするわけですよね。ですのでやはり日本のスポーツカーもこういったことをですねやっていただけると非常にありがたいなと思いますし、ますますそのブランドとかですね車に対する愛着というのが湧くんじゃないかなというところはですね私も感じていて、ついにだからそれをですね GR がやってくれたというところでですね非常に高く評価できますし、今後もですね一般の皆さんがですね車購入される時にですね GR ってこういうことをやってくれてるんだよなみたいな共感もかなり得られるんじゃないかなというふうにも思いました。そしてですねやっぱり理想は自分が買った車作ってるとこそのまんま見れるっていうのは理想ですけども、なかなかそこまでね細かくはできないとこではありますので、工場もねいろいろ制約ありますので、とはいえ作っているところを見せるというところはすごく意味あることですので、これはとってもいい取り組みだと思いますし、自動車文化、スポーツカー文化、そういったものをですね醸成していくための大きな要素になるのではないかということを感じた次第でございます。ですので今後ですね皆様もファクトリーツアー参加される方がいらっしゃると思いますけれども、楽しみですね。自分の目で見るとまた全然一味も二味も違いますので楽しみにしていただければと思います。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が必ず見つかります。そんな思いでラブカーズ TV は動画を制作しております。そしてこのような動画制作のためには皆さんの応援が欠かせません。応援の方法としてはチャンネルの登録、動画への高評価などありますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた別の車、別の動画でお会いしましょう。ラブカーズ TV 川口学でした。